こんにちは、ゆりあです。今日は5月28日まで東京都現代美術館にて開催されているクリスチャン・ディオール夢のクチュリエ展に潜入しようと思っていますなかなか撮ることのできない貴重な映像が多分お届けできると思うので、皆様ぜひ楽しみに見てください。私この展示パリの装飾美術館で同じものが開催されていたのに、伺ったんですけど、その時もものすごく感動したんですけど、今回は日本で開催されるということで、日本に結構フィーチャーした展示をしていて、そこがもうとっても興味深く、このユリアと着物の内容にもぴったりだと思ったので、ぜひそれを皆さんにも共有させてください。で1950年代にクリスチャン・ディオールさんが日本で、一番最初のメゾンのオートクチュールのショーをやったんですね。でそこで、メゾンのお洋服っていうのがどんどん日本に認識されていったっていう、経緯もあって、このディオールの日本でのクチュールのショーっていうのはすごく洋服の世界において意味のあることです。でまたムッシュ・ディオールがなぜ日本でこのショーをやったのかっていうのとか、あと、日本にインスパイアされた作品っていうのをたくさん作られていて、というのもムッシュ・ディオールが育ったお家に、結構日本的な装飾とかがされていたっていうお話が書いてあって、なんかお家の中の階段のところに北斎とか歌麿っぽいなんか浮世絵の絵が飾ってあったっていうお話を聞いて、子どもの頃から多分そういうものを見て育ったので、すごく影響を受けているんじゃないかなと思いました。というのも当時のヨーロッパっていうのはジャポニズムブームっていうのがあって、1867年かなにパリ万博が開催されて、日本その時まだ江戸の終わる1年前ですけど、江戸幕府として、万博に出展したんですよ。そうでそれは薩摩藩という日本政府幕府ですねが出展して、そこで初めて西洋に日本ってものが日本の視点でちゃんと紹介された初めての出来事だったんです。でそれで海外の人たちはそれまで触れたことのない日本の文化に結構驚いて、西洋の絵画って大体メインになるのって人物画とか景色とかなんですけど、日本の絵っていうのは浮世絵とか日本画って、例えば植物とか虫とかそういう今まで着目したことのないモチーフが主役になってたっていうのに結構西洋の人はびっくりしたみたいで、そういうのに影響を受けてジャポニズムっていうブームが起きて、その後にアール・ヌーボーが出てくるんですね。でアール・ヌーボーはそのまさに虫とか草花とかそういうものをメインの題材にしてる絵画とかそういう装飾とかだったりするんですけど、それはすごく日本の影響があるんじゃないかって言われてます。ディオールさんも多分子どもの頃からそういうものを見てきたので、知らない間に日本の影響を受けていたり、あとお家だったりお花が大好きな方だったので、そこはもう多分アール・ヌーボーとかの影響もすごくあるんじゃないかなと思っています。そんなことを私は思いながらこの展示を見てたので、ちょっとマニアックな内容になってしまいましたが、ぜひ皆様もそれを知った上で一緒に見ていけたらなと思います。じゃあ早速入ってみます。こちらはガリアーノの作ったドレスですね。まさにちょっと日本画というか浮世絵、北斎歌麿的な波が描かれてます。この辺が今まで日本とディオールの歴史に関する展示になってます。ユリアの注目ポイントを教えてください。私の注目ポイントはですね、このカネボウとディオールの共作でドレス作ったり、なんか私このカネボウの字カタカナでしか知らなかったんだけど、金淵紡績株式会社って書いてあるでしょ、紡績の会社だったんだよね。だからこう繊維を扱う会社だった。今化粧品の会社なのかなって思ってたんだけど、紡績の会社だったって、だからこう布とかそういうものにまつわる会社だったっていうのを知って結構びっくりしました。でここが大丸とディオールの共作ので、大丸主導でクリスチャン・ディオール氏によるフレンチモードショーというのが行われて、これが日本で初めてメゾンのファッションショーが行われたっていう時だったんですよね。これがプレゼンテーションの様子だね。昔のファッションショーってこういう今みたいにランウェイっていうよりはもっと服を見せるっていう、これもガリアーノ先生のコレクションですね。もう朝の葉模様が入ってたり、鶴の刺繍、もうすごいなんかシルエットもちょっと日本のお着物からインスパイアされて、あの辺も折り紙みたいな、確かにね、すごい。このスカートめっちゃ欲しい
このスカート欲しいな、作ってほしいな。なんかしかもちゃんと絞り風に見せるためにビーズとスパンコール使ってんのかな。ほらやっぱりパリ万博行ったんだ。1900年のパリ万博に行ったんだね。なるほど。ここ注目ポイントに辰村さんの反物がここにあります。辰村平蔵さんの以前私の YouTube でもご紹介した帯を散々紹介しましたけど、これは多分ね丸帯かなんかの反物の織る機械で織ってるんじゃないかな。幅が広いから。これでドレスを作ったんですよね。ディオールの羅生門っていう名前のドレスをこの辰村さんの反物で作りました。これですね。で羅生門って多分当時黒沢の映画のが流行っていたからそういう名前になったんじゃないかなって思います。でちょっとこちら大注目週刊産経美智子さまのご成婚の際のドレスはディオールさんが作られたんですよね。この写真は何度も見たことあったけど、ディオールのドレスだったっていうのを実は知りませんでした。なのでびっくりしてます。これがその辰村さんの反物で織られた羅生門っていう名前のドレスです。すごい可愛い。やっぱ柄が細かいとすごくドレスにも使いやすいですよね。宝尽くしになってるんだ。七宝の輪つなぎの中に宝尽くしの柄とか、あと梅っぽい花のモチーフが描かれてる。ガリアのやばいね。すごい。やっぱりめちゃくちゃテンション上がりますね。でもこの人日本だけじゃなくていろんな国のねインスパイアされたコレクションを作ってるから。でもやっぱどれもすごいドラマチックっていうか物語を感じさせるのがやっぱ着物の楽しみ方とすごく似てるなって、服で物語を作るっていうのが思います。私はもうジョン・ガリアーノが発表した2007年のオートクチュールのコレクションにものすごい影響を受けて、でそれまで日本の文化とか、興味ないわけじゃなかったですけど、逆にやっぱ海外のデザイナーさんから日本の良さっていうのを教えてもらったっていう部分がすごくあるので、このガリアーノのコレクションっていうのは自分にとってすごく思い入れがあるコレクションです。これやっぱ可愛い、このリボン。ここはアトリエのお部屋で、ここにあるのは全部組んだトワルですね。なんかこの状態ですでに可愛いですよね。こちらに私の大好きな京町子さんのお写真がパリのお店に実際に訪れた際のお写真だそうです。羅生門もね京町子さん出てるんで、ディオールさん嬉しかったんじゃないかなって思います勝手にこれ丸ぐけの帯締めですかねぽいよね。完全に結び方も同じような結び方してるし、かわいい。富士の花だ。桜さんっていう名前っぽい桜さん本当だ。でも富士の花ですね桜さんこのお部屋はレディ・ディオールのこのバッグのお部屋ですね。天井までびっしりね、アートピースになってるバッグもたくさんあって楽しいです、見てて。ここのお部屋の展示はパリの装飾美術館で見た時に同じ展示のされ方をされてて、この色で分けられてだけど物がこうランダムに並べられているっていう展示方法にすごい感動しました。かわいい。このピンとか帯留めにしたらまた帯留めシリーズが帯留めにしたいシリーズこれ帯留めにしたいですねこれこちら最後にミュージアムショップに来ました。で私もこの図録は購入したのですけど、ものすごく読み込みました結構読むとこあって面白かったです。写真ももちろん綺麗だしおすすめです。あとこれをかわいいトートバッグ思い出に。あとはノートとかペンとか鉛筆とか、あとこのセンスとかね。センスかわいいね、かわいいよね。こちらのセンスはあれですね、お着物に刺すタイプじゃなくてカバンの中に入れとくタイプのセンスですごいかわいい。特別なこの展示の皆様、クリスチャン・ディオール夢のクチュリエ展いかがだったでしょうか。もう私はもう終始興味津々で、もう何時間でも見れるという内容でした。で、今日の私のお着物のご紹介もさせていただきます。
私は今日はディオール展ということでやっぱ西洋の花のモチーフのお着物がいいなと思って、でなおかつこのお着物は昭和初期のお着物になります。アンティークのものです。振り袖ですね、ほぼほぼ、中振りというよりも振り袖かな。で描かれているお花は西洋のお花のカトレアです。でカトレアって夏以外春秋冬いつ着ても大丈夫なお花なので、ちょっといろんなシーンで使えそうだなと思ってます。でこういうお花のモチーフにちょっと曲線が入っていたりしてアール・ヌーボーの要素が結構あるお着物だなと思ってます。でそこにちょっと帯も西洋っぽい柄の帯を合わせました。袋帯です。西洋っぽい感じだよね、この色味とか柄の感じで。バッグはレディ・ディオールを合わせました。こちらのレディ・ディオール、このお着物の色にぴったりで、このグラデーションがレディ・ディオール本当にね着物にすごい合う。この大きさも合うし、もうちょっとちっちゃいのも確かあって、それもお着物にすごく合う。でこういう、今日は同色系で揃えたけどお着物と反対色持ってきたり、なんかそういうポイントにすることもできるからバッグはかなり遊べるし、このレディ・ディオールはいろんな色があるので多分結構楽しめるんじゃないかなって思います。こちらの展示まだまだ会期あるので、ぜひ、お洋服が好きな方も着物が好きな方もどなたも、ファッションが好きな方ならどなたでも楽しめる展示になってます。で特に、本当着物好きな人はまたちょっと違った視点で見れると思うので、楽しんでもらえると思います。あとなんか着物で来るのも良さそう。いいね、着物で来るの素敵かもね。辰村さんの帯とかしてね素敵だと思います。ぜひお越しくださいこんな感じでこれからもちょっとファッションと着物の関わりっていうのを、私の視点でもっと深掘りしていけたらなと思ってるので、こういうコンテンツをどんどん増やしていこうと思います。じゃあお楽しみにしててくださいありがとうございます。